返せよじゃねえよ、取ってねえっつってんだろうがよ。だったら証拠見せる。何にもしてねえから怒んだよてめえ。返して。それでもう普通に一件落着だから返して。いい加減にしろよ。は？関係性がマジで見えなくて。どうも監督です。というわけで本日なんですけども、なんとチャリティーでねワークショップを開催することになりました。普段カードちょっと見てる人よくわかんないと思うんですけど、小川監督っていう映画監督もやってまして、ワークショップっていう、俳優さんとかを教えたりして、それで、お金をいただいて、そのお金で全て寄付するっていう、監督たちを集まって、何かできないかみたいなのがありまして、で僕もちょっとそこに呼んでいただいて、今回は本当に俳優さんも本当ランダム抽選で選ばれたんで、本当に応募した人誰でも来れますよみたいな感じらしい。一応台本だけ受け取ってるんで、普段見れないワークショップとか演技ワークショップってこんなことしてるんだよみたいな。ワークショップ、基本的にはその事務所が開催したりとか、そのシオン監督が最近やってたエッシャー通りっていうなんか一番最後に撮ったやつがあるんだけど、そういうのとかワークショップでオーディションして俳優さん決めたりとか、いろいろね、いろんなことにワークショップで使われるわけですよ。僕はねあんまやんない。どっちかっていうとビジネス的な観点が強いかな。俳優さん集めて、お金を取ってで演技を教えてみたいな感じで。講義みたいな。講義で有名な俳優さんとかも結構ワークショップやったりしてて、でそういう人はね結構人気で、枠取れなかったりとか、そう意外とね表沙汰にあんまなってないけど、その芸能界の中では主流っちゃ主流。俳優さんとかが演技を学ぶ場所みたいな感じになってる。基本的には今回はチャリティーということで参加してます。そうですね、それはいいことだと思います。チャリティーだし、なんか別に俺はなんかその俳優さん、いい俳優と出会いたいとかそういう目的でやることが多いか先な。日被害に遭われた石川県の、俺らもさ支援に行くか迷ったじゃん。だけど正直行ってるインフルエンサーとか見てどんざめしてマジで。そうですね、実際あんまり行かない方がいいという。なんかそこに滞在してさ、ヘズマリュウさんとかめちゃくちゃ頑張ってやってて、なんかああいうタイプはいいなと思うんだけど、1日だけなんか物資を送って帰りますみたいな、お前のそれ自己満じゃねみたいな。っていうのも行ってなんか支援物資届けるだけだったらまだしも、それをさらになんか自分のキャラを入れてなんか動画にしたりとか、二次利用みたいな、それをなんかさらにネタにするような動画を出したりとかしてるインフルエンサーいて、胸くそだったよね。よくないですね。話はするけど、一時で支援しに行って、こんなことがありました、みんなね募金しましょう、わかるんだけど、ゾッとしたんでやめましたね、行くのは。だから今回ちょっとこういうチャリティーみたいな形で、そうですね、できればなみたいな。遠距離でちょっと。そうですね。いろんな支援の形あると思うけどさ、それを小ネタにしてさ、知名度得ようとしてるやつらさ、全員滅びろって思う。すごいですね、今日も鉛筆削りが。削りじゃなくない？これみんな思ってるっしょ。悪いけど俺あれマジ引いたわ。それを見てなんか、いやあの動画良かったよとかつるんでるなんかちょっと影響力あるやつとか仲良し講師したやつ無理だわ。そういうのマジ嫌いだ俺。誰に温度取ってんのって、誰のさなんかさそれ機嫌取ってんのって、お前らのなんかその仲良し講師で人の不幸をネタにすんなよって。行きましょうか。ごめん、ちょっとムカついたからちょっと話しちゃったけど、多分ムカついてたんだと思うずっと。そうですね。監督っすね。やるでしょ。やっぱり。やるときやるぞ。やるときはやる。なんか僕が狙いとしては、なんか付き合ってるからこその甘えみたいな、そういったところも出るかなと思っていて、なんか付き合ってるからこそできるその人たちのグループみたいな、っていうのが出てきたらいいかなと。多分皆さんちょっと結構長めにやってると思うんですけど、リラックスしながらやれたらと思うんで、ちょっと休憩して12時から始めますので、よろしくお願いします。なんか社会派の映画を撮ったりしてて、なんか今は僕の作品アマプラとかいろいろなんか流れたりしてるんで、もし興味あったら見てください。歌舞伎町バンジージャンプっていう映画というわけでちょっと軽く自己紹介だけということで始めさせていただければと思いますね。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。多分結構なんかさっき見てたんですけど、もうセリフとか固まってなんか動きとかも結構もう決まっちゃってたんで、今回ちょっと台本ほぼなしで行こうと思います。でちょっときっかけだけやってほしくて、つぐみの財布がないぐらいから中井戸に起こるところの感情を綾子が帰ってくるまでやってほしいんです。で誕生日を祝うっていうのは共通認識でありながら、ただそういう事件が起こるみたいなところでちょっとここでエチュードしてほしい。でこの目的を先に伝えておくと、素直に表現してほしいんです。ここで、セリフがあるからその感情しか出せないっていう状況だと思うんで、ここでリアルに来てほしい。まずそうやってやった上でもう一回台本やるんで、なんで今ここで多分もう2時間ぐらいで作り上げたこの役があると思うんですけど、それの中で生きてほしいっていう感じです。だか
から何してても大丈夫です。あんま考えずに普通に財布なくなって怒ってください。で怒る理由も多分いろいろあると思うんですけど、あんま話せなくなるので、はい、スタートしましょう。よーいスタート。考えられないってなんで俺が取ったって決めつけてるの？おかしくね？だって中井田以外席外してないんでしょ。二人がずっと稽古場にいたじゃん。だからトイレあっちじゃん。その時に来れる。だからその俺に決めつけてるのがよくわかんない。よくすごいもう成立してます。いい感じに多分やりやすかったと思いますし、セリフも嘘つかず出てきたと思うんですけど、今やってもらったのって結構12分ぐらいあるんですよ。これを3ページの中に収めるっていうのが台本で、さらにその決められたセリフの中で今の感情を表現するのが役者さんだと思ってるので、それを次今やってもらいます。今感じたものとかを自分が覚えた渡された台本に落とし込んでちょっとやってみてください。次はセリフありき。なるべくその嘘つかずになんか段取りにならずに、多分もうやりすぎて結構段取りになってると思うんで、最初から我なんなくても全然いいです。なんかもうあっち向いてて、なんか男同士仲良くしててもいいですし。よし、じゃあ稽古行こう。はい、カットです。ありがとうございます。多分1回目と2回目やってみて感じたことあると思うんですけど、そこで言わなきゃいけないとか、ごめんとか、きっかけで言わなきゃいけないとか、きっかけになってるセリフってすごくセリフっぽくなっちゃうんですよ。でもそれってさっきエチュードでやった時は結構スラッと出たじゃないですか、別の言葉で。でもそれは必ず心にあって、そのセリフを言えるマインドに落として込んでおくっていうのが僕大事だと思って、この芝居の中でじゃあこのセリフをじゃあどういうふうにそういうふうに言わずに、自分がそういうふうに感じてこの人に不快な思いをさせずに、それをどういうふうに全員伝えるか、それ多分最初に一応できてたことがセリフになるとできなくなる。これはなんか俳優さんは僕はちょっとずつなんか訓練とか訓練で最初みたいな感じでやっていくとすごく良くなるのかなっていう感じました。はい、で今ケーキがないっていう状況も忘れちゃっていい？それはそういうのが欲しい。そういうきっかけのところは、はい、休憩。どうだった今日の稽古は？難しいセリフ覚えらんない。はい、カットでありがとうございます。なんですけどちょっとね自由にやらせたんですけど、関係性がマジで見えなくて、多分なんかみんなもうなんか取られること分かってるから暗いんですよ、演技が。でもボソボソ喋ってるから基本的に伝わらないんで、一回ちょっとなんかみんな若いからなんか学生っぽい感じの方がなんか合うのかなみたいな。ちょっと次はなんか台本上次沿ってやってもらうんですけど、超ハイテンションで入ってきてもいいですか？イエーイみたいな感じでもうテンション上げていきましょう。最後なんで頑張りましょう。カットです。そうですね、なんか全員に共通していることは、みんなその相手のセリフの時に間を怖がりすぎていて、もうみんな動いてるんですよ、常に誰かのセリフの時に。でも多分それってなんかもっと小道具とか、ここは例えば本当に楽屋だったらいろんなことしてると思うし、多分なんかそこのイメージが多分一人一人ついていけないから、自分は何していいか分かんないです、相手のセリフ。だからわけでずっと動いてるじゃないですか。そういうのって基本的にはしない方がいい。ってなった時に、じゃあ自分が小道具をね探してきてやってみるとか、自分のキャラ付けじゃないけど、自分はどういう人間なのかっていうのをみんな本当バラバラ、お芝居がすごいバラバラで、多分誰もやってるかも誰も噛み合ってないと思うんですよ。多分5回ぐらいやってきてて、この状況ってことは何かしらないとそれがなんかずれが生じてる。さっきちょうど自由にやらせた時にまだまだ自由度が足りなかったので、だからもっとなんかいろんなことを挑戦したいと思いました。いい加減にしろよ。取ってねっつってんだろ。決められた台本の中でその感情を出していかないと返せよじゃねえよ、取ってねえっつってんだろうがよ。何にもしてねえから怒んだよてめえ。普通返して。それでもう普通に一見落着だから返して。お祝いとかいらないよね。したのに。最後のラップの時に
どのタイミングで疑うかみたいな気づいてからそう疑うにかかるまでの長さ結構早かった。はい、というわけでねワークショップ終わりましたよ。どうですか？俺はなんかさ、もうワークショップ結構やってるから年間まあ数回とか、あと映画のオーディションとかで数千人ぐらいもう見てさ、いろいろやってるから、まあ割とまあもう慣れたもんじゃ慣れたもんなんだけど、初じゃん。でも、うん初めてすぎて、すごい新鮮でしたよ。楽しかった結構ねやっぱり俳優さんたちがみんな真面目だからね、はい学ぶ姿勢とか、今回ちょっとチャリティーということで石川のチャリティーでやったんですけど、僕が言ってることをこう理解してちゃんと取り組もうとしてくれたりとか、俺より全然年齢上の先輩とかいっぱいいるからさ普段。でもそんな感じもしそうそうそう、ましたね。今日はね若い子多かったけど、俺普通に5、60ぐらいのおじさんヤクザ役みたいなさキャスティングするときにそういう人ばっか集まってもう圧すごい時あるよ。お前みたいな若造なんて俺はよみたいなぐらいの気合い伝わってくる時あるよ。だから今日やりやすかったやつやりやすかったかも。いいですね。なんかきっかけになってくれたら。そうだね、今回チャリティーで結構20万ぐらい集まってるみたいなんで、はいそれ募金できたっていうので、まあちょっと時間がなかったね。もっと長くめにやってもよかったかなっていうのと、一人一人もっと細かく伝えたいことが多かったんで、もう少しなんか掴んで帰ってもらえたかなみたいな、そういうのもあったかなみたいな。普段見れない感じでした。そうだね、珍しいよね。はい以上でございます。お疲れ様でした。はい、よかったと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。